こんにちは、ミントです。今日はいきなり間違った数学から始めます。画面に出ているのは2たす2は5であると主張するたった1行の文章です。りなです。この番組では海外テックの気になる話を実際に手を動かして確かめています。今日はこの1行を機械に読ませるところから始めます。数学の専門家ではない私たちでも家のパソコンでそのまま試せる話です。待ってください。2たす2は4ですよね。機械はこれをどう扱うんでしょう。止まりました。しかも左辺の2たす2、同辺の5を上下に並べてこの2つは同じ値になりませんと言っています。思考はここで止まります。機械が見ているのは書かれた式とそれを支える手順が決められた規則通りかどうか見ているのはそこだけです。つい先日も10年以上誰も解けなかった数学の問題を AI が10件まとめて解いたという発表がありました。すごい話だとは思うんですが、本当かどうかは私には判断できません。そこで今日はその判断を人任せにしないで済む道具を紹介します。先ほど2たす2は5を止めた機械です。名前をリーンと言います。リーン。 AI の発表で名前だけは何度も見ました。あれは一体何をするものなんですか？リーンは数学の証明を機械が採点できる形で書くための言語です。主張とその根拠になる手順を曖昧さの残らない書き方で並べます。最後にリーンの小さな中心部がその並びが規則通りかを一つずつ確かめます。数学の答案を採点する側の目線で書き直すみたいなことですね。準備は大変じゃないんですか？エランという導入ツールを一つ入れるだけです。今日の画面は全部その状態のパソコンで実際に動かした出力です。最初に見てほしいのはリーンが普通のプログラミング言語としても動くことです。数を2倍する関数を定義して7を渡すと14が返ります。電卓みたいですね。しかもその関数がどんな形をしているかまで聞けば教えてくれるんですか？そして同じ言語の中でセオレムという書き出しを使うとそれは定理になります。今度は2たす2は4なのでそのまま通ります。さっきの5との差が1文字だけ、それで結果がひっくり返るのがちょっと怖いです。定理の書き方はいつもこの2つに分かれます。コロンの後ろが何を言いたいか、コロンとイコールの後ろがなぜ言えるか、この形はずっと変わりません。問題文と回答欄ですね。だいぶ親しみが湧いてきました。そして大事なのは担当が分かれていることです。何を言いたいかを書くのは人間、なぜ言えるかを採点するのが機械。ここは今日の最後にもう一度出てきます。さっきから出ている RFL って何かの訳ですか？証明の手順につけられた名前です。こうした名前のことをリーンではタクティクと呼びます。 RFL は計算して両側が一致することを示す手順。インダクションは機能法。オメガは整数の足し算や大小を片付ける手順です。証明を書くとはこの名前を順番に並べることです。だいたい分かってきました。つまりインを通った数学の証明なら安心して読めるということですよね。そこが今日一番大事なところです。一つ見てもらいます。さっき止まった2たす2は5。今度はそのまま通りました。通ります。ソーリーと書くとリーンはここは後で埋めますという宣言として受け取り、その先へ進みます。エラーにはならず警告が一つ出るだけです。ごめん、で書いただけですよね。あんなに厳しかったのに。ずるい。実際綴りもそのままソーリーです。証明を書いている途中で一部を後回しにするための仕組みなのでこれ自体はとても便利です。困るのはその状態のまま人に渡った時です。実行が通ったかどうかだけを見ていると途中に穴があっても気づけないということですか？どうやって見つけるんでしょう？この1行のコマンドでわかります。定理の名前を渡すとその定理が最終的に何に頼っているかを機械が全部たどって並べてくれます。ここに出ているソリーアックスが先ほど省略した場所の正体です。これ私にも読めます。証明を最初から追いかけなくてもこの並びにソリーアックスがいるかどうかだけ見ればいいんですね。申告書だと思ってください。この証明が最後まで頼っている土台はこれだけですという申告です。人間が全部読む代わりに機械が作ったこの1行を読む。今日の見方はここにつきます。派手な結論を見た時の最初の確認先ができました。穴のある例を見たので次は穴のない例を自分で作ります。題材は1から順に足していく和の公式です。1から100まで足すと5050。小学生のガウスの話で有名なやつですね。まず足し算そのものを定義して実際に計算できることを確かめました。ここからが証明です。インダクションで機能法を始めて最初の場合を RFL で片付け、次の場合をシンプとオメガで整理します。自然数同士の割り算は余りが出ると話がずれるのでそれを避けるために公式の両辺を2倍した形で書いています。
見たことのない言葉が並んでいますが、これは学校で習った機能法と同じことをしているんですか？同じです。0と書いてあるのが最初の場合、サックが次の場合、E が1つ前までは正しいという過程です。機能法の3つの部品がそのまま名前になっています。名前がついているだけで随分近づいた気がします。しかもこれは大きなライブラリを読み込まずに元のリーンだけで通ります。では先ほどのコマンドを打ちます。ソリーアクスが得ません。氷というのは証明せずに出発点として認めると決めた約束事です。ここに出てきた2つはリーンが最初から持っているそのごく基本的なものです。ソリーアクスはこの並びに入っていません。それが穴なしということです。嘘の主張にはソリーアクスがいて、最後まで書いた証明にはいない。見比べる場所がたった1行なのが助かります。ここまでで今日の道具は全部揃いました。もっと難しい数学になったら全部これを自分で書くんですか？さすがに無理があります。そこでマスリブという数学ライブラリを使います。例えばルートには無理数であるという定理はすでにこの名前で入っていて1行で呼び出せます。何十年分もの形式化が積み上がっていてその上から始められます。一から書き直さなくていいんですね。だから難しい証明の話にもリーンが出てくるのか。ここからが本番です。オープン AI が先日10件の数学の難問についてモデルが導いた議論を元にした証明をまとめて公開しました。リーンの形に書き起こす作業もモデルがやったと説明されています。つまり今覚えたコマンドがそのまま使えるということですか？使えます。今朝そのリポジトリを手元に落として実際に確かめました。55万行。これを人間が読んで確かめるのはちょっと想像できません。リポジトリが指定しているリーンのバージョンをそのまま使って10件分をまとめてビルドしました。全部最後まで通りました。しかも12分。思っていたよりずっと短いです。12分で済むのはマスリブのビルド済みのものを配布から受け取っているからです。初めての人はその受け取りに数ギガバイト分の時間が別にかかります。一から全部組み立てるとここまで早くはなりません。さっきの積み上がりがそのまま時間に効いています。さっきのルート2の1行と同じ話ですね。積み上がりが時間まで縮めていると。とは10件それぞれの結論にあたる定理へさっきのコマンドを打つだけです。10件のうち2件は結論が2つに分かれているので主要な定理は全部で12個になります。どれにもソリーアクスがいません。さっき自分で書いた和の公式と読み方が全く同じです。出てきた3つはいずれもリーンが標準で持っている公理です。12個すべてがこの同じ3つでした。オープン AI 自身もリポジトリの中で穴の数は0、使った公理はこの3つと書いています。その申告と手元で出した結果が一致しました。一つ先回りしておきます。このリポジトリの中を検索するとソーリーという自治体は見つかります。あるんですか？さっきの話だとそれは穴の目印ですよね。入っている場所が違います。そこは採点用に置かれた問題文の側でこの主張を証明せよという形で中身を書かずに残してあるところです。証明の本体は今見た12個の方です。穴あり、自分で書いた証明、そして公開された10件、どれも見る行は同じでした。私もうこの行が読めます。それが今日の持ち帰りです。確かめられたのは指定された環境で形式的な検証を最後まで通したこと、そして頼っている土台にソリーアクスが入っていないこと、この2つです。ここでこの道具が届かない範囲も見ておきます。リーンが保証するのは書かれた主張から結論までの推論に飛躍がないことです。その主張の書き方が元の数学の問いを正しく写しているかはリーンの担当ではありません。さっきの何を言いたいかは人間が書くという話ですね。写し取りを間違えていたらどうなるんですか？証明は通ったまま別のことを証明していることになります。機械は最後まで書かれた通りに採点するだけです。読むべき場所が55万行の推論から主張が書かれたわずかな行へ移りました。そこは今も人間の仕事です。それから今日使ったのはリーン本体の検査です。リポジトリには別の実装でもう一度チェックする仕組みも同梱されていますが、そちらは今日は動かしていません。基準そのものは専門家しか触れない秘密のものではありませんでした。1台のパソコンと十数分、それだけでした。そしてこの重件は数学の成果として認められるかどうかはこれから数学の側で検討されることです。今日確かめたのはその手前にある形式的な部分です。それでも私にとっては大きい変化でした。 AI が証明したというニュースをで終わらせなくてよくなりました。証明に穴が残っていないかどうかはコマンド1本でわかります。数学として正しいかを決めるのはその先にある人間の仕事です。それでもその入り口までは自分の足で行けます。今日のコマンドはエランを入れれば今日そのまま打てます。
てみた方はどこまで確かめたか、ぜひコメントで教えてください。面白かったら高評価かチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。海外テックのこれまじりなとミントでした。